はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューはヘッドフォンですね。キウイイヤーズ、アセイヤです。イヤーカップが木製なんだ。なんか渋谷っぽくない？そうね、今回は渋谷のモデルとの比較になりそうね。その通り。渋谷の価格帯の割と近いものをピックアップして、波形と音の比較をしてみるつもりだよ。価格は、お高めモデルなのか。でも、ヘッドフォンだと5万円クラスって、そんなに高い部類じゃないのかな？人によって基準は違うだろうけど、個人的には高い部類だと思うよ。ソニーのモニターヘッドフォン MDR-MV1 とか、ワイヤレスの WH-1000X Mark V とかが余裕で買えちゃうんだから。なるほど。まあ、モニター用とワイヤレスで用途の違うヘッドフォンだけどね。アセイヤは有線モデルだけど、リスニング用なの？聞いた印象ではリスニング用だと思ったよ。ではまず外観の特徴から見てみましょうか。実測の重さが 354.6g でした。渋谷の2モデルと比較していますが、どれも 350g 前後で 10g 程度の差になります。大体同じってことね。そうね。木製のイヤーカップはウォールナット材を使用。高い素材でしたよね。そのようだね。ロゴの部分は少し彫ってあります。レーザー加工なのかしら。ケーブルジョイント部はこんな風になっていて、ケーブルを接続した後、少し時計回りに回すことでロックできます。抜け防止か。いいね。アルミ合金のブラケット仕様でかなりしっかりしてます。このクラスのモデルは金属パーツの使用が多いですね。頭のサイズに合わせた調整はこの部分の伸縮で行います。頭大きいジャックさんはこれで調整できたの？できたけどギリギリかな。もう少し伸びてほしいわ。測ってみたんだけど、耳の穴の高さから頭のてっぺんを通して反対側の耳の穴までが42から43センチぐらいだったのね、私。なのでそのサイズまでの人は大丈夫だね。なるほど。気になる人は合うかどうか測ってみてくださいね。イヤーパッドはビーガンレザーライニング仕様。装着感はどう？しっかり覆われてる感じで悪くないよ。イヤーカップ上部にエアーフロー調整用のスリットが入ってるけど、基本密閉型だね。装着した時の周囲の音の聞こえ方が渋谷のモデルより静かだから、音漏れもそんなに気にならない。渋谷のモデルはセミオープンが多いですからね。ドライバーはハイブリッド構成だったんだよね。メインは 50mm のダイナミックドライバー。そしてカスタム設計された 14.5mm のプレイナードライバーがプラスされてる。質感、スピード、トレブルのディテールの向上と歪みを最小限に抑えるってことだね。キウイイヤーズのヘッドフォンでは最高峰のモデルだけに妥協しないってことなんだろう。さて、音質面の前に今回の比較モデルなんだけど、波形比較は渋谷 P2 Pro、アンサー、そしてルアン。あと、キウイイヤーズディビジョン、そしてプレソナス HD7。ちょっとバラバラな部分もあって不可解だろうけど、理由はおいおいね。価格帯が近い渋谷ルアンをメインの比較とするよ。波形比較がこれ。ルアンはアセイヤに比べ低域が軽めで広域の伸びがいいのが特徴。低域の違いはここか。確かにルアンの方が軽めだね。そして広域はアセイヤのこの辺りの谷が深いんだね。アンサーも似たような傾向かな。細かいところはもちろん違って、アンサーはこの辺りにちょっとムワッと感があるけど、低域の比較はルアンの時と似た感じ。広域は3キロあたりから8キロあたりはルアンの時と似ているけど、8キロ以上が伸びてないのがアンサー。P2 Pro は2キロあたりの谷が特徴的だね。3キロ過ぎから8キロあたりはアセイヤに似てる。超広域はプレイナードライバー、サファイア振動版の P2 Pro の出方が圧倒的。そうだね。じゃあ一旦ここまでにして音を聞いてみよう。画面の都合でこの4モデルの比較になってる。マイクも取り方もイヤホンの時とは違うけど、同じ条件で撮ってるんで比較としては成り立つと思ってる。音調整の基準は広域の抜けがいい渋谷ルアン。これでアセイヤの抜け方の違いをある程度把握してもらえると思うよ。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ドチェックでした。QE イヤーズディビジョンを収録したのはなぜですか？音が極端だったでしょ。ドンシャリっぽいんだけど、広域の抜けが悪く、低域がやたら目立つ。QE イヤーズのエントリークラスのヘッドフォンなんだけど、外観の仕上げも良くなくて、かなりがっかりしたモデルだったんだ。今回、これはおすすめできないって意味で取り上げてみた。そうだったんですか。遠目には良さそうなんですけどね。プレソナス HD7 はなんで？かなり前に買ったモデルなんだけど、一時期頻繁に使ってて、価格の割に良くなってくれたんだよ。どことなく、シブがルアンに似た感じがあって、ルアンの鳴り方が好きな要因は、プレソナス HD7 を聞き慣れていたからかなーって思ってね。外観の作りとかは決していいとは言えないんだけどね。今からこれをおすすめするつもりもないし、これ買うんだったら、アーカー K240 あたりを買った方がいいかなって思うよ。ちょっと脱線しちゃったね。話を戻そう。ここまでの比較で分かったことは？アセイヤはバランスがやや低域よりですか？そうだね。その低域が量感だけでなく硬質でボワボワしてないのが印象的でした。それから広域のチューニングがいまいち控えめ。視聴時に中域から中広域、この辺りが目立って聞こえたんだよね。波形でも確認できるけど、この辺りの谷が深いんで抜け感がいまいちに感じたな。そう、そんな感じだったね。広域側に 14.5mm のプレイナードライバーをプラスしてる割に、チューニングは広域をスカッと出してない気がするんだよな。ちょっと EQ で広域を持ち上げて聞いてみると、どうなった？雑な調整だけど、なかなかいいバランスになったわ。11kg の EQ だけハイシェルフ使ってるよ。ここの谷がルアンに結構近づいたよね。はい、でもヘッドフォンで EQ 調整なしだとこれだーっていうチューニングになかなか出会えませんね。まあね、イヤホンに比べてレビューしている数も少ないし、でも特性が分かってしまえば無理もない範囲で EQ 補正できるから、そんなに気にしてないよ。お高めモデルだからって自分の気に入ったチューニングかどうかは聞いてみるまで分かんないってことなんだね。でもアセイヤの場合、低域の質感がいいんで、補正次第でかなりのところまでいけそうって思ったね。これからもう少し時間かけて補正してみるよ。はい、ということで QE イヤーズのハイブリッドドライバーモデルアセイヤのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。